局、なぜ人間や他の生物は非常に単純な原始的な生物に由来しないのですか？ここでの答えは、次の2つの問題です。最初の問題、ある種類の生物が別の種類の生物に伝達したという単一の観察証拠はなく、ましてや人類が原始的な生物から来たというの大きな仮説の飛躍は言うまでもありません。無神論者は、直接的な証拠のないこの過程をどのように信じて、私たちの宗教的合理的推論を否定できますか？ 2 番目の問題、最小遺伝子セットの概念によれば、生物は、どんなに単純であっても、遺伝子を200個未満に減らすことはできません。遺伝子の最小数とは、それがなければ生物が生存できない最小の遺伝子の数です。遺伝子の数が最小値より一つ少ない場合、生物は存在しません。遺伝子は、情報をエンコードする多数の遺伝コードを含む情報テープです。生命に必要な遺伝子には、次のような最小限の数があります。これらの遺伝子のグループはエネルギーをコードし、エネルギーがなければ生物は生命を維持できないため、別の遺伝子グループは食、物をコードし、他の遺伝子は生殖をコードし、他の遺伝子は生命の基本機能をコードする、というようになります。科学者たちは、生命に必要な遺伝子の最小数を計算し、200個以上の遺伝子を下回ることはできないと決定しました。クレイグ・ベンター財団は、遺伝子の最小数は382個以上である、と結論付けています。科学者たちは、これまで地球上で発見された中で最も繊細な生物で、あるマイコプラズマが168個の遺伝子を持っていることを発見しました。もしそれがただの物質であり、世界がただの物理システムであるとしたら、水素から人間へと受け継がれたければ、私たちはゼロから始めなければなりません。しかし、科学は遺伝子が0、遺伝子が1つ、さらには100個の遺伝子などというものは存在しないと教えています。科学は、なくとも膨大な情報セットが必要です。そうでなければ、生物は最初から出現しなかっただろうと述べています。本質的に原始的なものは何もなく、むしろすべてのシステムは独立した驚きから始まりました。この魅惑は、存在が現れる前に高度化する情報システムに残りこの魅惑は常に無神論に対するつまずきとなり、神の創造を否定する人々にとっては、つまずきとなるでしょう。私たちは、正確な生命機能を生み出すために、40億の特殊な情報、つまり核細胞の核内に含まれる情報に直面しています。無神論者は、電子ゼロから始まる存在がいると想像していました。が、最小遺伝子理論はこの夢を打ち消してくれました。生物は最初の瞬間から機能的に複雑であるように見えましたが、でなければ最初から出現しなかったでしょう。